じゃあこれから、私がさっき、引いていたグローバルシリーズの検品を、ここで、やっていただいております。じゃあオークシャップディバイザーギターズ挨拶していきたいと思います。じゃあそれでは、じゃあこれから、グローバルシリーズの検品を、担当してらっしゃる赤澤さんに、なんか検品の様子を伺ってみたいと思います。はい、赤澤です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。これからですね、ロアシリーズの普段やってる検品の方の、様子を工程ごとを追って、説明していきたいと思いますので、よろしくお願いします。まずは外観チェックということで、外観に塗装の不良だったり、ゴミだったり汚れだったりっていうのがないかどうかっていうのをヘッドの上から確認していきます。でボディの方もまんべんなく。であらかた傷等がないようでしたら、次は、各パーツがしっかり止まっているかどうかっていうのを確認していきます。先頭ピンだったりっていうのを一つ一つ手で、そうですね。やっぱりここら辺が一番大事なんですよ。ライブやるとき、このネジが溶けれてしまったらもうすごいことになるんでいろんな意味ですごいことしっかり緩んでないかっていうのを確認していきます。あとジョイント部分ですね。ジョイント部分も大事。これはちょっと大丈夫そうですね。そしてですね、私がベースを、弾いているところにですね、ここら辺ですね、やっぱりフレットのここら辺が手に引っかかるとかどうかもここで、検品で全部検査するわけですかね。この次の工程で、次の工程でしっかり、丸めていくところになります。まず最初の工程はここまで。やっぱりかっこいいですね。ありがとうございます。では、次の工程ということで、フレットの方の処理の方の工程を説明していきます。届いた場合の状態ですとまだフレットの方に、ガタつきだったりっていうのがある可能性がありますので、そちらの方の、フレットの表面ですねを平らにするような工程となります。この工程をすることによってやっぱり TB とかがもう全部もなくなるというか、そうですね。それが適切ですが、これレベリングというんですね、多分。そうですね。レベリングとレベリング。いやこれも簡単そうに見えるけど全然簡単な、工程ではないです。ないと。そうですね。やっぱりちゃんとしたそのツールとか道具がないと、下手にも触ったらもう大変なことになるので、やっぱり匠さんに、頼んでもらった方がいいという工程らしいですね。まっすぐになったかどうかっていうのを、スケールと確認して、確認していきます。やっぱりビビりなくす作業という一番大事な作業だと思いますね。やっぱり細かく見て高いところがあるようであれば、その部分をしっかり修正していくという。なるほど。これがですね、やっぱり楽器の弾き心地にもすごくも関わるんで、もう全般的な作業の中でここら辺が一番大事だとは私は思ってますけどね。やっぱり、特に手に一番触れる部分でもありますので、とても大事なところになります。そうですね。いやおかげさまで本当にいいベースを、弾いてもらいます。私はありがとうございます。である程度平らっていうのが出ましたら、削りすぎてしまった部分っていうのをフレットの頂点を出すように、周りを削って高さを失礼します。これもやっぱり専門的なツールが、ないともうこういう作業はできなくなったり、うまくできなかったりするんですね。だからフレットがこれ1、2もう21まであるんで、これ全部やるにはやっぱり時間がかかるらしいですね。でフレットの頂点が出ましたら、次は、ペーパーを使って傷を細かくしていく作業になります。なるほど。これで、キラキラになりました。なんとか、
そうですね、傷を細かくしていくことによって光り具合も変わってきます。またペーパーかけることによってフレットの角張りっていうのも少し取れて丸みを帯びて手に、当たっても痛くないようなフレットに仕上がります。である程度ペーパーがかかりましたら仕上げでスティールールの方をスティールール、はい、スティールールは私あれスチールール、触ったことありますよ。なんかこの、粉ができてしまうので、こう家庭でこれをやったら磁石でスティールールかけることによって、フレットの方がピカピカの結局ピカピカになりますね。いい感じになりましたね。仕上げすごいね。全く引っかからないですね。これがやっぱり匠さんの神業ということか。すごいね。ありがとうございました。ありがとうございました。フレットの作業の方は終了になります。次は、各パーツの調整の方に、入っていくんですが、まずは弦を張りまして、その後にネックの反りの方の調整をしていきます。やっぱり反りの方ですね。ストレートが好みの方もいらっしゃるし、なんかこんな順繰りちょっとだけ順繰りしてる方が好きな方もいらっしゃるし、もうそれぞれの、好みがあるということですね。今こちらの設定では、先ほどおっしゃったようにわずかに順反りぐらいのわずかに順反り、そうですね。私も順反りじゃないと、必ずぶつかってしまうので、弦が振動する間にですね、やっぱりそうですね。ネックローの反りの調整が終わりましたら、次は、ナットの、溝の高さですね。やっぱりこっちも、引き心地に一番、ここが、関わっているところなんで、これもやっぱり匠の技が必要ですね。もう直接音の方に関わるところですので、慎重に。このツールが全部、西洋ヤスリですね。そうですね。西洋ヤスリ。そしてこの弦の太さが全部異なっているから全部別々のヤスリを使っている感じで。その弦に合わせたヤスリを使って。そうですよ。そうです。私が思っているのはですね、パーツを全部組み立てて、組み立てるのが1割、そしてセットアップが9割だと自分は思ってますけどね。このセットアップが一番大事だと思って、やっぱりこの工程もすごく重要な工程だと思いますね。だと思いますじゃなくて確実ですね。確実です。ナットの方の、調整が終了しましたら、次は、原稿の方の調整に入ります。原稿もですね、やっぱり順序理とかもその弦の、高さもそれぞれの好みがあるんで、でもこの弦の高さぐらいはですね、これベースを、使ってらっしゃる弾いてらっしゃるユーザーさんも、簡単にできるとそうですね、思ってますけどね。この弦の高さを調整する、やり方とかをちょっと教えていただけませんかという話ですね。やっぱり、初心者のためですかね。多分ベースを買うときこんな感じの、やつが今、入ってるんですけどね、これの使用法がわからない、方がめっちゃ多いですよ。だからこれがレンチというものなんですけど、これの、使用法ですね、これをちょっと簡単に、紹介していただければということですね。はい、それですね。そうですね、付属品として入っているのはブラスロットの調整のレンチとブリッジの方の調整のレンチと大体2つが入っていることが多いと思うんですけれども、そのちっちゃい方のレンチ大体 1.5 ミリぐらいのレンチが多いかなとは思うんですが、そのちっちゃいレンチを使って、ブリッジのコマですね、コマのところに、差し込む穴がありますので、そちらに差し込んでいただいて、回すと、コマが上下するという形で、原稿の高さを調整できると。多分この弦の高さが、本当に高すぎるとこんな感じで調整すれば、わざわざ、楽器店とか、修理屋さんに行かなくても自分で簡単にできることなんで、このやり方だけを、勉強していただくと、お金が節約できるんで、
グローバルの方に関しましては、このブリッジの原稿調整だったりっていうのを、こちらの方で、一本一本丁寧に、行っています。また、ブリッジの原稿に関してなんですけれども、12フレットのあたりを、基準に、調整しています。今までの過程で、フェットだったり、ブリッジだったりの、調整していただいたので、はい、あとは、ピックアップの高さだったり、なるほど、ピックアップの高さ、あとコントロールがしっかり効いているかどうか、そうですね、ところの確認を、していきます。あとは今まで、確認したところを再度、確認していきます。ピックアップの高さの一つはコントロールの部分そうですね、これが最終、検品ということで、コントロールの方も大丈夫そうですので、あとは、プレート一つ一つ引いてビビリっていうのがね、そうですね。そうですので、あとクラブの方を確認して、さっきのあれですね、オクターブとハーモニクスとオクターブを押さえた時の音、それが当てるかとかね。違った場合は、後ろの方を調整して、これで、完成になります。このベースを買った皆さんに、皆さんの、ご家庭にお届けされるんですね。ありがとうございます。じゃあこのグローバルシリーズベースはですね、こんな丁寧にいろんな工程を、行って誕生している素敵なベースなんで、みんなこのベース、ぜひ1回ぐらいでも、試奏していただけたら本当に嬉しいかなと思ってます。じゃあこのベースはやっぱり HJ の、おすすめになることになりました。じゃあみんなのご家庭に、いいことをしてください。よろしくお願いします。はい